はい、皆さんこんばんは。本日はですね、ウエスタンアームズのコルト M1911A1 ミリタリーモデルガスブローバッグをご紹介したいと思います。はい、この銃はですね、私のではなくいつもお借りしているワットさんの銃になります。いつもありがとうございます。私は東京マルイの M1911A1 について保有しており、以前動画にも上げています。東京マルイのですね、表面はサンドブラスト加工がされていて、艶消しの色合いが非常に私気に入っています。今回ワットさんがですね、ウエスタンアームズの M1911A1 このミリタリーモデルを購入されたので、ウエスタンアームズさんのですね、ハンドメイドの表面処理や、東京マルイさんとのですね、色合いの違い、あと打ち味の違いなどもですね、見ていけたらと思いお借りしました。はい、手にした印象ですけれども、やはり表面の見た目、こちら素晴らしいですね。使用感や金属感、これに圧倒されます。また色合いがですね、かなり東京マルイとは違います。M1911A1 特有のですね、パーカーライジング処理によるマットグレーの色合いとですね、プラスアルファの仕上げで、実重感があふれ返っていますね。はい、こちらは東京マルイ製ですけれども、だいぶ色合いが違うのがお分かりいただけるかと思います。あと重量感もですね、かなりガバメントなのであります。重量も約 865g ありました。ちなみに東京マルイの重量は約 800g ですので、やはりヘビーウェイトの分重量があるのかなというふうに思いました。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルはですね、45口径の迫力ある形状になります。アウターバレルの先端ですね、ライフリングのモールドもあります。はい、フロントサイトリアサイトともにですね、ホワイトドットなどはないシンプルな構造になります。はい、左側の刻印はこちらリアル刻印ですね。こちら東京マルイさんと比較するとこんな感じになります。少しウエスタンアームズさんのが彫りが深い感じもします。はい、フレーム下にはレールはないですね。あともちろんパーティングラインも綺麗に処理されています。はい、こちらスライドを引くとですね、独特なカチャリという音がします。これ東京マルイさんもですね、このようにいい音はします。はい、トリガーもですね、こちらショートトリガーになっていて、トリガープルは軽めだと思います。はい、スライドストップは左側のみで、こちらはですね、はい、スチール製になります。はい、あとセーフティーはですね、こちら左側のみになっています。こちらはですね、この通りコック&ロックタイプになります。はい、グリップはシングルカラムマガジンのため、こちらは細めですね。あとグリップパネルですね、こちらはですね、クラシカルなシンプルな形状になります。あとグルップスクリュー、ちょっと分かりづらいですけど、こちらも黒色なもので非常に良い感じがしました。ワットさんはですね、こちら木製グリップを購入されていましたが、ちょっと私はですね、こちらの純正品に変えて今レビューさせていただいております。でグリップの太さなんですけれど、このウエスタンアームズさんの方がですね、東京マルイよりちょっと太めに感じます。でこの前方部分っていうんですかね、ここがですね、若干東京マルイより太い感じがするんですね。これ握ったら分かるぐらいのレベルかと思います。はい、あとグリップ下にはですね、ラインリンクがございます。はい、グリップ後方にはですね、グリップセーフティーとですね、あとビーバーテールですね、こちらがございます。はい、ハンマー周りですけれども、これファイアリングピンですね、再現されてますね。東京マルイさんのは残念ながら、はい、六角レンチになります。
はい、右側の刻印はこの通りになります。こちらの東京丸井さんとはちょっと違いますね。はい。で、今気づいたんですけど、東京丸井さんのこの刻印っていうかこのロゴってスプリングフィールドアーモリーのロゴに似てますね。はい、はい、こちらマガジンの相談数は21発になります。私が想定してみて感じたのは19発くらいがちょうど良いかもしれません。このマガジンはですね、この通りシングルカラムの細い仕様になっています。だいたいガス満タンで2マグと数発くらいが発射可能かなというふうに思いました。はい、あとマガジンテーブはですね、これスチール製になっています。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。はい、こちらはですね、はい、スライドここにですね合わせていただいて、このスライドストップレバーを抜きます。はい、そうするとですね、スライドとフレームに分解が可能になります。はい、でこちらがリコイルスプリングガイドと意識ですね。こちらがプラグになります。前方のですねバレルブッシングを抜いてもらうと、はい、アウターバレル式が取り出せます。アウターバレルとインナーバレルはですね、ここのピンでつながっているようですね。このピンはスチール製ですね。こちらホップ調整がないので、これ固定ホップなのかもしれませんね。はい、リコイルスプリングとガイド、これはともにスチール製になります。このリコイルスプリングガイドにはですね、このリコイルバッファーのリングが入ってますね。はい。とこちらプラグになりますが、こちらもスチール製ですね。はい、こちらスライド。ヘビーウェイトなので非常に重量感ありますね。スライドストップがかかる部分、スチールパーツで削れ防止策がですね施されていますね。こちらスチールパーツがついています。はい、全体の感想になりますけれども、まずはですね、この実銃と見間違うほどのですね、この見た目に圧倒されますね。ブラスト&ソリッドフィニッシュという加工処理による表面の使用感や金属感はこちら素晴らしいですね。この表面、本当に金属に見えますよね。あとまた実車もですね、リコイルはゆっくりですが、非常に重いリコイルを感じることができます。マズルジャンプするほどの強力な反動で、腕にまでですね衝撃を感じました。ただそれだけ精密射撃するには保持するのが難しいとも言えます。傾向的には狙い目より上に行くというふうに感じました。もちろん実銃が古いのでサイトにホワイトドットがないことや、あとマガジンがシングルカラムで装弾数やガスの容量が少ないなど、サバイバルゲームには向かない点もあるかと思います。ただそれ以上にですね、見た目やこの実写感の良さ、これを感じることができると思います。気になる点はですね、スライドストップがかかった時ですね、スライドを引いて解除ができないことがたまにありました。ただやはりこの表面の使用感や色合いはですね、なかなか素人では出せないですね。あと非常に重いリコイルで、形状は実銃並みの見た目と使用感を表現しているこのウエスタンアームズの M1911A1 は、エアガンとしては素晴らしいなというふうに感じました。付加価値も高いこのエアガンですけれども、それなりにやはり値段を求められます。私的にはもう少し価格的に下げていただきたいという思いがあるんですけれども、その価格にですね納得感を感じることも人によってはできるかもしれません。特にですね M1911A1 こちらをコレクションしている方には
このミリタリーガバメントは必須のアイテムかもしれません。購入を検討している方は一回重量感ある持ち味とですね、使用感ある見た目、あと重いリコイルの実写をですね、ぜひ感じてみてはいかがでしょうか。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。